こんにちは、バウです。今回はタクシーからの映像で始まりましたが、この時の運転手さんがお話上手でいろんな情報を教えてくれました。その情報を皆さんと共有したいと思い動画にしてみました。さて、唐突ですが、このかわいいキャラクターをご存知ですか？これはあれじゃない？とピーンときた方いらっしゃいますか？では、こちらのキャラクターは簡単ですよね。お分かりということは、はい、アーミー確定ですね。私ももちろん BTS が大好きなイルアミですよ。と、そんな知的な自己紹介をしつつ、ここからが本題になります。このお話し上手な運転手さんに突然 BTS は好きかって聞かれたんです。今まで韓国の情勢や地域の話をしてたのに、なんでだろう。グッズなんか持ってなかったし、アーミーの要素は何にもなかったのに、なぜ突然 BTS? と思いながらも、はい、好きですよと答えたんですね。そうしたら BTS による経済効果の話になり、2022年に釜山公演があったじゃないですか。2030年の万博誘致のための公演でしたが、入隊前の最後のコンサートということでチケッティングが壮絶でしたよね。あの時に世界中のアーミーが釜山に押し寄せてすごかったそうです。チケットがない人も雰囲気だけでも味わおうと、世界中からお一人で来館してたらしく、タクシーが全然足りずに大忙しだったらしいですよ。長年タクシードライバーをされていて、大きなイベントやいろんなアーティストのコンサートで忙しいのは経験してきたけど、あれは本当にレベルが違っていて、BTS の成長ぶりに驚きだったそうです。そんなグループに釜山出身が2人もいることが誇らしいらしく、グクとジミンの話も嬉しそうに話してくれました。いつの間にか私もテンションが上がり、大盛り上がりで話し込んでいると、グクが行った焼肉のお店が美味しいから今日の夕食が決まってないならそこに連れてってあげると言われ、即決で食べに行くことにしました。さあ、到着しました。チョピルサルトエジグイのことだったんだ。実はここの情報は以前から知っていたのですが、私がコプテギやホルモン系があまり得意じゃないので避けていたお店だったんです。でもここまで来たんだからチャレンジしてみようとウェイティングシステムを覗いたら、本当に美味しいんでしょうね。地元の人たちですごくにぎわっていて、17組待ちでした。とりあえずスマホからキャッチテーブルでウェイティング登録して順番を待つことに。だいぶ待つのかなと思っていましたが、順番が回ってきた時にその場にいない組はじゃんじゃん飛ばしてくれるので、30分ほどのウェイティングで入店できましたよ。店内はレトロな雰囲気でアットホームな感じです。そしてメニューはこちら。他のテーブルを見回してみると、やはりコプテギは必須のようですね。ドキドキですが注文してみます。お店の方が、これはやばい、デンジャラス
と油が飛んで危ないから気をつけてってことを一生懸命伝えてくれています。いや、私にとってはこっちがやばいです。なんだこれは。私食べれるかな。うわー、川だ。本当に川っぽい。いや、川だってことは分かってるんですけど、初の物体にどぎまぎしてますが、目をそらすこともできません。店員さんが行ったり来たりしながら焼いてくれています。なんか半透明っぽくなってきてる。あ、カチッって飛び始めましたよ。うわあ、結構な勢いで飛んでくる。何度も何度もひっくり返しては押さえて、店員さんも大変だろうな。皆さん、この絵に飽きてきた頃でしょうが、もう少しかかりそうですよ。きっとしっかり焼かなきゃいけないんでしょうね。わあ、エプロンしててよかった。油がすごい。でもこうして油を落としてるんでしょうね。最初より半分くらいの厚みになってる。油ってこんなに出るんだ。びっくり。まだひっくり返すんだ。あ、焼き上がったみたい。なんかまだじわじわしてるけど、綺麗に並べて切ってくれるみたい。意外と小さく切ってくれてるから食べれるかも。いやー、やっぱりドキドキだな。見ようによってはイカ焼きに見える。イカだと思えば食べれるかな。公式インスタによると、まずチョコチュジャンをつけてきな粉をつけて食べるようです。さあ、主人からいよいよ実食です。見切れてますが笑顔で大きくうなずいております。では私も。おいしい。マシッソよ。想像してたのと全然違ってて、なんかもちもっちりしてて生まれて初めての食感です。やだ、めちゃくちゃ美味しい。グクありがとう。グクが来たお店じゃなかったらご縁はなかったかも。しかも偶然にもグクと同じテーブルだったみたい。壁に2022年10月18日 BTS ジョングクが座った席。
書いてありました。その隣にはワールドクラス BTS ジョングクが来たんだけどサインがもらえなかった店ってお店の人が書いてる。面白い。こちらは厚切り豚カルビですが、コッテギ以外のお肉は自分で焼くスタイルでした。これももちろん美味しかったですよ。苦手意識の塊だった私が言うのもなんですが、このお店はコッテギが最高だと思います。おすすめしてくださった運転手さん、ありがとうございました。私また絶対に食べに来ます。皆さんもぜひ食べに行かれてみてくださいね。さあ、本日も綺麗に完食しました。このお店の扉には韓国のミシュランブルーリボンが何個も貼ってありましたが、名店間違いなしでした。全く別の日のものですが、グッズつながりのおまけ映像です。フィッシャーマンプサンというカンアンリのバーレストランで2023年8月にグッド・チャウヌが訪れてテキーラを飲んだお店です。こちらのお店もサインをもらい損なったそうで、残念がるインスタストーリーが話題でしたよね。若い方たちのお店っぽいので私たちは遠慮しましたが、中に入れず外で待っている人も多く、人気店の風格が漂っていましたよ。グクペンの皆さん、こちらもぜひ行かれてみてくださいね。実は私、偶然の賜物なんですが、 BTS メンバーが訪れたお店で何度かお食事したことがあったので、順次紹介してみようと思っています。次の動画では BTS のジンが訪れたお店を紹介予定です。よかったら楽しみにお待ちくださいね。それではチャンネル登録、いいね、コメントなどお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。アンニョン。